もう担当直入に言うわ。今日はね、バストアップ総まとめ。もうね、過去の動画遡ってもらったらわかると思うんだけど、6、7年間自分の体を使ってめちゃくちゃバストアップについて研究してきたのね。その中で効果あったもの、なかったもの、やった方が絶対いいものを全部共有する。でね、聞いて。私、6、7年間ずっとバストアップやってきたじゃん。見てこのビフォー。で、アフター。全然違くない？やばくない？わかるよ。同じポーズ、同じ下着で撮ってくれ。用意しました。じゃん！これアディダスのスポブラのビフォー。いくよ。ドゥン！同じアディダスのスポブラのアフター。やばくない？こんなに変わるよ。本当に。マジで変わる。で、私めちゃくちゃバストで超悩んでたのね。悩んでたからこそ、本当に悩んでる人たち、助けたいって言ったら変だけど、私のこのちょっとの共有で、その人の人生が変わるなら、私はすごく共有したいって思うのね。だから、私この6、7年間ずっと裸とか下着、本当にブラジャーでビフォーアフターを撮ってきてたのね。私4カップアップしてるのね、バスト。マジでバストアップにめちゃくちゃ人生を注いできたのね。だって、豊胸とバストサロンの機械を使ったもの以外、全てやってきたから。みんなが知ってるバストアップマッサージとか、クリームもサプリも、そっからもう増量まで全部やってきたのね。だからもうほんと結構人生を捧げてきたのね。ボディメイクについて。なんで、共有したいこともいっぱいあるし、なんなら下着の、いや裸の写真もマジで共有したいの。誰かの人生の変わるきっかけになるなら、誰かの勇気になるなら、マジで共有したいのね。でも、さすがに止められたのね。会社の人もそうだし、友達にも止められたのね。それこそ私の親友のコバとか東雲海とかに見せたの。裸の写真とかも見てみたいな。したらやばいみたいな、本当によく頑張ったんだねみたいな、本当にすごいみたいな言ってくれて、これ出そうと思ってるんだよねって言ったら絶対ダメみたいな止めてくれて、でそれ相談した結果、やっぱ流出とかも良くないし、変な広告にも勝手に使われるのも良くないから、本当に信頼してる人たちが集まれるメインシップとかでは出していこうと思ってる、今のところは。ってぐらい誰かの人生のマジできっかけになるなら、もうとことん身を削って共有します。それぐらい覚悟があります。それぐらい私は頑張ってきたし、めっちゃ語れる。マジバストアップについて10時間ぐらい語れる。今からバーって共有していくんだけど、共有する前にこの3つだけ絶対に頭に入れてほしいことがあって、みんなの。まず1つ目が、バストってめちゃくちゃ奥が深いのね。本当に。何が言いたいかというと、ダイエットとかもう何でもそうだけど、全く一緒。1個やったからゴールに行くわけではないのね。ダイエットもそうじゃん。食事頑張ったからって自分の目指すゴールの体になるわけではないじゃん。全てはバランスじゃん。有酸素も筋トレも食事もあってこそのとかじゃん。それと全く一緒なのよ、バストアップも。だから今から共有する8つのことの1個を頑張ったからってみんなの目指すゴールにピュンってなれるわけじゃない。だからひなちゃんがパイナップル食べたらいいって言ったら、パイナップル食べてもでかくなりませんでしたみたいな。違うのよ。違う。やっぱ努力はめちゃくちゃ大事。本当にめっちゃ大事です。もう先に言っときます。私はめっちゃ努力した。努力は超大事。確かに努力は大事ですし、全てはバランス、全て頑張るの大事。ただ、じゃあ1個頑張ったところでって思わないでほしい。なぜなら、確かに1個頑張ったところでみんな藤子みたいなボディになるわけではない。だがしかし、確実にゴールには近づいてる。着々と。だから、それは気負わないでほしいというか、別に最初は1個だけでも OK なのよ。きっかけにもなってるし、努力の地位に足を踏み込んでるから。だから、気負わないでほしいけど、その一つやったところで、ボンとはならないよっていうところだけは覚えててほしい。私は今までやったことを共有はできるけど、やっぱその後はみんなの努力次第だから、そこはやっぱ覚えててほしい。で、2つ目。私、豊胸に否定的じゃない。マジで。なんなら自分も豊胸したいってずっと思ってきてた。だからこそ、豊胸に否定的ではない。だけど、普通に考えて、怖いじゃん。切るの怖いやん。高いじゃん。お金めちゃくちゃ高いじゃん。リスクあるじゃん。異物入れるのリスクあるじゃん。シリコンとかやったら重いから垂れないように。ケアもめちゃくちゃ大事だし、脂肪豊胸なんかもやっぱ減っていっちゃう可能性が高いから、脂肪だから。自分の組織だから。だから、また入れなくちゃいけないかもだし、すごくリスクもケアもすっごい大変なのよ。とてもキラキラして素敵だけど。私もう一個は、乳がん検診が受けにくくなる。見えづらくもなるし、もやもやして。脂肪豊胸でも。私シリコンバッグなんか、マンモグラフィーは受けられない。潰れちゃうから。パンって中で破裂して。もうそれもリスクじゃん。ただ、やっ
ぱり包協はその人の人生を変えるものだと私も思うのよ。やっぱ整形もそうじゃん。やっぱ痛い中頑張って努力じゃん。それもそれをして人生がめちゃくちゃガラッと変わった人っていっぱい見てきてるの。私友達でも。私そんな幸せならいいと思うし、私はなんならお守りとして今でも取ってあるのね。だってもっともっとさらなる高みにってなるかもしれないじゃん。だから最悪のお守りでええのよ。私はこの6年間ずっと頑張ってきたの。もし大きくなんなくても包協あるしっていうお守りとして私はずっと心の中のお守りで取っておいたのね。ってぐらい、うちは全く否定的じゃないっていうのをお伝えしたいし、みんなにじゃあこれから共有するのは、それさっき言った4つのリスク、その前にやれることってめっちゃあんのよ。めっちゃ私やらないで4カップもアップしてるから、だから私はそれをまずみんなに共有をしたい。そっから考えてほしいな。で3つ目が、私さっき言った通り何から何までやってきたのね。ほとんど増量までやったの。増量ってめちゃくちゃ怖いのよ。なぜならば大きくなるかもわからんし、バストが増えたとこでわからんし、増やした後戻るかもわからんっていう恐怖もあるわけでも、やっぱ私挑戦して確かに大きくなったのね。1カップぐらい上がった。いいから F に。けどそれを全て経験した私が言う超大事なこと言うね。バストって大きけりゃいいってもんじゃないんですよ。だから脂肪つけりゃいいってもんじゃないんですよ。私バストでさ、すごい発信してるじゃん。コメントでよくあるのが、私はまず脂肪からつけなきゃはみたいなコメントがよくあるのね。全くそんなことない。本当にそんなことないから。バストって脂肪をつけるじゃない、大きけりゃいいってもんじゃなくて、形なんですよ。全ては形なの。骨を正しい位置に戻せば脂肪が正しい位置に戻るんですよ。で、後で共有するものは皮膚とかからも変わっていくから、マジで綺麗になるのね。もう全て綺麗になる。プリンプリンの。おバカな私がすっごい分かりやすく言ったら何がいいかなって考えた時に、本当にごめんなさい。マジでひなちゃんでバカって思いながら聞いててね、好きな人にバッて脱がされた時、うわーでかいプルルンみたいな。おっぱいに B カップでも C カップでも全然なれるのね。全てはマジで形、水分量、全てそこなの。どれだけビチチカなのバストって。もう大きかったら大きかったでケアも大変だし、すごく。なんでよくコメントでいる、うわ私は脂肪からつけなきゃかって思ってる人、マジそんな落ち込まんでここでちょっと言っていいですか。私言葉作ったの。造語、私が作ったの。胸と整えるを書いて矯正。まずは矯正から。それだけで本当に2カップ上がったように見える。この3つをみんなの頭に入れた上で、じゃあ今から共有していきます。1つ目が食事です。その中でも絶対腸活をして腸を元気にすること、これ超大事。なぜならお肌も変わるし、栄養吸収してるの腸なんで、腸が元気になると栄養の吸収率もほんまに違います。お腹の不調も全然なくなるし、幸せホルモンも9割腸が出してるってぐらい本当に大切な臓器なのね、腸って。そこをしっかり健康にしてあげること超大事です。腸だけに。で2つ目が卵巣を元気にする食べ物。女性ホルモンを発信してるのが卵巣なんで、卵巣がとっても元気になる食べ物はすっごく大事だった。ざっと言うとほんと鉄分とか亜鉛とかもそうだし、ビタミンもそうだし、本当に卵巣がしっかり元気になる食べ物を私はバストアップ期間中は取ってた。あとその他で言うと水、タンパク質、糖質、お米とかね。で酵素の入ったもの、パイナップルとか、タンパク質をすごい分解してくれる酵素がたっぷり入ってるのね、パイナップルって。で腸活の食物繊維もめっちゃ入ってるから、パイナップルはすごくいい。大豆もそうだね。大豆を取りすぎは注意なんだけど、女性ホルモンチュチュンって刺激してくれるのが大豆のイソフラボンとかなんで、大豆はすごくいい。でも取りすぎは注意かなっていう感じ。食事は OK で、3つ目がストレッチとほぐし。超大事。なぜならさっき頭に入れておいてねって言った3つ目に言ってたと思うんだけど、バストアップはまずビチチって言ったでしょ、矯正からって言ってるでしょ。この矯正を作れるのはほぐしとストレッチなんですよ。骨の位置をしっかり正しく戻して脂肪の位置を変えてあげて、血行をぐん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 流してあげる。栄養を運んでくれてるのは血液なんですよ。食べた栄養も運んでくれるのも血液だから、血行をちゃんと流す体を作るのは超大事。大事だから、骨の歪みを治すのもストレッチとかほぐしだし、筋肉をほぐすのはなんで大事かっていうと、筋肉は固まると使えなくなっちゃうんで、使わなくちゃいけない筋肉を使うためにほぐしてあげる。血行もしっかり流せるようにするのがほぐし。これ超大事。離れ
乳さんは背中がこう引っ張ってるのね。なんで背中をしっかり正しい位置に戻してすると胸がこうグーってなんで離れ乳も治りやすくなるし、バストの中の骨ってカゴみたいな骨がバストの下、背中ここまん丸に入ってるのね。うちはここにこういう骨が、これがどんどん猫背とか巻き型にそうやって猫で歪んでくると、ほらもうこれだけでげっそり見えんじゃん。ここが歪んじゃうの。こうやってこれをしっかり丸くして空気の入りやすくして大きく丸いカゴを作ってあげなくちゃいけない。そうするとこれ見て、このさっきのこれよりしっかり下げてさ、こうなるだけで大きく見えるのよ。これが正しい位置なのね。常にこれになれる体を作るのが2個目のストレッチとほぐし。マジで大事これは。で4つ目が胸トレ。胸トレはやっぱり大事。さっき言った離れ乳も胸筋をつけると胸筋にこう寄る性質があるんで、離れ乳も治りやすくなるし、胸筋がつくとちょっとこう膨らむだけでさ引っ張られるんじゃん。ここだから引き上げてくれる性質もあるんで、ほぐしもそうだけど筋肉が引き上がると胸も引き上がるんで、胸筋トレはマジ大事だったの。私今でも常にやってます。でもこれ注意したいのが、高重量ムキムキにしろってわけじゃなくって、ムキムキだとせっかくのね女性らしい脂肪のついてるおっぱいがガチガチにもなっちゃうんで、本当に低重量高回数もしくは自重とかで全然 OK で、5個目が絶対に揺らさないこと。これなんでかっていうと、クーパー人体中コラーゲンが胸を支えてんのね。こうやってほらこうつって支えてんの。これが何個もこうやってついてるんだけど、これ運動で見てて絶対伸びませんこんなん。だって筋肉も骨もないんだよバストって。足とかさ支えられる脂肪あるけど、バストは骨も筋肉も何もないわけ。このクーパー人体を支えてるわけですよ。ってことは運動でこんなビヨンビヨンしてたら垂れるし、なんなら重力もあるから重力も相まってもう絶対に運動を揺らさないこと。まあ縄跳びとかランニングだけっしょって思うじゃん。軽い運動、もうウォーキングとか歩いてるだけでも3方向に揺れてます。こうやって上下も全方向にこう揺れてんのバストって。だからもう本当にウォーキングでも絶対につけること。もう筋トレとかヨガとかだったら全然大丈夫だけど、絶対に運動時のハイサポートのスパブラ絶対つける。これはマジで守ってほしい。これバストアップを頑張ってる人でもそうじゃない人でも見て、私作ったの。私さっき運動してきたからもうたまたま今来てんだけど、これ面白くて、もう今ハイサポート中でガチガチにしちゃってんだけどさ、世の中にいろんなねバストのサイズがある中、全てのバストサイズに合うスパブラなんてないわけですよ。これやばいよ。いくよ。からの下を持ってギュッギュッギュッ、もう下からって上げてるんで、手で持って運動してるかのような。で下からこう密着してあげて、上はプルプルしっかり形を保ちながらギュッて潰したりせず、下でマジガチガチに支えてくれるスパブラを作ったの。だから上はプルプル揺れる、もちろんだって押さえつけないようにしてるもん。揺れながら下ではガチガチなんで、こういうバウンスがないっていう、すごくない？でバストで絶対血行を止めちゃいけないのね。見てこのゆるゆるの肩のバンド、マジで私ほんと生まれてきてくれてもうありがとうって思う商品の中の一つなのね。これ天才すぎてやばい。これはこれぐらいハイサポートのものを絶対つけるのは超大事で、6つ目が睡眠。お肌をきれいにする期間もダイエットでボディメイクをする期間もバストアップ期間全部一緒なんだけど、絶対睡眠。寝てる間に成長ホルモンが出て、体が一番変わるのが睡眠中。睡眠を取る努力をしましょう。頑張ってる期間ぐらいは。だから早く寝れるようにビタミン D をしっかり太陽浴びて摂取したりとか、運動を増やしてみたりとか、そういう努力をしたりしたな。私めちゃくちゃ睡眠それぐらいとっても大切だった。そのおかげでお肌とかもねめちゃくちゃ変わった。で7つ目、肌の改善。何をしたらいいかっていうと、保湿と湯船。湯船は肌のターンオーバーを正常に戻してくれるのね。誰でもできるもう最高級の美容法って思ってるの私、湯船。だって筋肉もちゃんと緩むし、血行も流れるし、シャンプーとかもしても頭のリフトアップもできるじゃん。この血行流したらお肌のスチーマーのあれにもなるし、ターンオーバーも正常にも戻しやすくしてくれるし、あんな最高な美容法なんでフロアキャンセル界隈なんて出てんだっていうレベルで、もう考えられないぐらいでいい美容法なの湯船って。で保湿、肌の改善はもう離れ乳さんは特にお肌が柔らかくなって形がね変わりやすくなったから、絶対保
保湿だし、ハイライトも入るようになるしね、お肌にツヤができると綺麗な形に見えます。で、昼と夜の下着、これ一貫しているのが血行を止めないがめちゃくちゃ大事。特に夜は絶対血行を止めないでほしい。だから血行を止めずにしっかり支えて、しっかり支えすぎなくてもいい。血行を止めず、睡眠の邪魔もせず、形もある程度整えてくれるものでいい。もう本当にもうそれ絶対に。夜はで、昼はやっぱバストアップずっと説明してた通り、血行とほぐしと食事がもう1番2番に持ってきたぐらい超大事なのね。血行を止めすぎるのマジでダメなの。本当に癒着しちゃうし、血行が栄養を運んでるんで、血液がだから育つ余力も欲しいし、ビターってやりすぎたらね、育つもんも育たなくなるんで、すごく難しいんだけど、血行を止めすぎないバストの垂れを防いでくれる昼ブラ。私だったらここが太いもの、ほらもうこんな感じよ。すごくこれ太くさ、もう絶対血行止めないように作ってるじゃん。世の中のやつはこれぐらい一本で、ほらもっこり沈むもっこりで、ここ血行も止まってるのね。ここなんでも大きな動脈血液流れてるのに、ここをしっかり滞らせない太いものか、二重になってるものとかね、力を分散させてるものとかで、下だったらワイヤーってねめっちゃいいんだけどね、めっちゃ血行止まんのよね。苦しいし、だから私だったらすごくパッドに気を使ってるものかなが、私今作ってんの7で、骨格矯正してくれる、血行を流すパッド、もう全てが叶う矯正下着とナイトブラ作ってるから、ちょっと待ってほしいんだけど、それまでの頑張る期間は私が今言ったもので探して見つけてほしい。最後にサプリなんだけど、私はエクオールっていうのを取ってたんだけど、ずっと。エクオールは何かっていうと、大豆を分解すると腸の中でイソフラボンになって、イソフラボンがさらに腸内フローラで分解されると、簡単に言うとね、さらに分解されるとエクオールになるんですよ。そのエクオールって一番女性ホルモンに近いものって言われてるのね。それを変換できる人たちがすごく少ないのね。30% ぐらいしかいないんじゃないっけな。そうだから、私 Amazon でエクオール検査キットっていうのを買って、エクオールを自分の体内で生成できるのかっていうのを調べて、できなかったの最初で、エクオールっていうのをしっかり取ってたんだけど、でもこれ面白いのが、しっかり腸活して腸を健康にすると自分でエクオールを作れるようになってたの。この前検査したらちょっと数値がうわって上がってて、やっぱ食事最高やんって思ったんだけど、あとはバストアップサプリっていうよりも、オメガ3とかの卵巣がそう元気になるって言われてる食材の成分が食事で取れなかった時に取るサプリを取ったりとかしてたかな。いろいろ調べてったら、いろんなバストアップサプリがあるんだけど、私は必ず取ってたのはエクオールだね。以上ざっと説明しましたが、かなりこれ本当に人生変わるんじゃないかっていう。確かにその内容は言ってない。このストレッチ絶対これこう言った方がいいとかって言ってないけど、キーなポイントは全部言ってるわけですよ。だからそこの中から自分の合うものを見つけたりとかで、これもちょっと本当にびっくりしたのが、女の子しか見てないって思うから言うんだけど、普通に言うね、生理の血が血のりってぐらい超鮮やかになったのね。本当にびっくりして、今までねどす黒い結構血が出ちゃってたんだけど、サラサラの鮮血っていう、ほんとごめんなさい食事中だったら、でも本当にびっくりしたことだからめっちゃびっくりしたのってぐらい、食事とストレッチ、血行流したりとか骨の位置をしっかり変えることはすごい大切だったから、ぜひこれ続けて体感した人いたらコメント欲しいな。これ私だけなのかなって思うレベルでマジでびっくりしたからさ。だから続けて変わった人いたら半年後でもいいからコメント欲しいな。で、こっから今後バストアップで絶対やってよかったってストレッチも上げていくと思うし、筋トレとかも全然上げていくと思うんだけど、私結構本気だからさ、何に対してもボディメイクもダイエットもバストアップもお肌もそうだしね、マジで真面目なの。だからやっぱバストアップを教えたいってなると、もうひなチャンネルバストアップだらけみたいになっちゃうのね。だからね、すごく今考え中なんだけど、チャンネルを別にするか、本当に熱量のある人、もう食事もこれをやってくださいって徹底して教えて、メンシプでやった方がいいのかなみたいな。写真もしっかり公開して、もうガチで変わりたい人たちのボディメイク向けっていうのを考えてます。自分のメソッドとして私マジ発見しちゃったことがあるの。インナーの中のインナーを使えるようにしたら、誰でも首で作れるし、誰でもバストアップできるし、誰でも足をプリント上げられる方法を私は見つけたのね。それをちゃんと共有したいんだけど、っていうのを今考え中だから、また報告するね。ということで、ちょっと誰かの希望になったら嬉しいです。ということで、もしなんか悩みあったら私も参考にしたいし、その悩みコメントじゃんじゃん送ってね。ということで、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。大丈夫、私も同じ悩みをすごく持ってたから、すっごい気持ちわかるから大丈夫だよ。歯の矯正と一緒だからね。お互い楽しもう。キラキラ最強説。じゃあね、バイバイ。